ではね、免疫の仕組みには自然免疫と獲得免疫の仕組みがあります。人体の話ね。で、自然免疫っていうのはね、主に食作用による免疫です。実はね、免疫ね、実は他にもね、働く武器いくつかあるんだけど、高校生はね、自然免疫は食作用によるね、マクロファージとか、好中球なんかのね、食作用によって、侵入してきた敵をやっつけることだなって知っとけばいいです。で、もう一方は、得意性がとっても高い。得意性ありなんてしちゃう場合もあるけど、得意性がとっても高い。そして二次応答が起きる獲得免疫っていう仕組みです。獲得免疫、抗体を使う体液性免疫と、抗体を使わない細胞性免疫があります。ね、何かどっかね区別は何ですかって言われたらね、抗体を使う体液性、抗体を使わない細胞性免疫って答えよう。ね、で細胞性免疫はね、じゃあどうするんだっていうとね、実はキラー T 細胞、ね、キラー T 細胞なんていう T 細胞がウイルスに感染した細胞を直接攻撃する、ね、ウイルスに感染した細胞なんかを直接攻撃する、この直接攻撃がね、細胞性免疫のキーワードですね。こんな風にね、もちろん体液性免疫はね、抗体が体液中に分泌されるから体液性免疫っていうけども、こんな風にね、体液性免疫と細胞性免疫、ね、得意性がとても高いな。得意性が高いっていうのはね、敵に対してはこの細胞が働くみたいにね、敵に合わせて攻撃を変えるんですね。でそんな場合、敵にぴったり合ったって意味で、得意性が高いって言います。で、二次応答ね、一度敵が侵入してきてね、そしてそうするとね、獲得免疫で働いた T 細胞や B 細胞などのリンパ球、ね、T 細胞や B 細胞などのリンパ球の一部が記憶細胞になって、ね、記憶細胞が2回目同じ敵が侵入してきたら素早く増殖し強力に反応する、ね、素早く強力な反応を二次応答って言いました、ね、T 細胞も B 細胞も記憶細胞になります、ね、T 細胞 B 細胞はねリンパ球でしたね。記憶 T 細胞とか記憶 B 細胞とか言ったりしますね。記憶細胞が何年生きるとか記憶細胞がどこにいるとかはね、ちょっとまだ未解明の部分があります。樹状細胞はどっちに働きますかってよく聞かれるんだけど、樹状細胞はね、食作用だけじゃないじゃん。食作用してから抗原提示してヘルパー T 細胞に情報を伝える、ね、獲得免疫につながっていくわけだから、樹状細胞はね、自然免疫と獲得免疫をつなぐような細胞なんて言われたりします。